世界有数の金融国家ルクセンブルクでも街を歩くとまるで絵本の世界でした。テケテケバーホリのアミです。今日はルクセンブルクの街を探検しに行きたいと思います。できればピアスホールを開けたいのとコーヒーショップに行きたい、お気に入りのコーヒーショップを見つけたいと思って行こうと思います。Let's go! まずはルクセンブルク駅、街の方の真ん中の街の方に、セントラルの方に、中心地に行こうと思います。だらだら喋ってるのでアフリコで失礼します。改めて何をするかというと、今日はルクセンブルクの街並みを紹介しながら歴史も紹介していきたいと思います。もし気になる場所や歴史があったらぜひググってみてください。では最寄り駅ベテンブルクからルクセンブルクへ行きます。なんとルクセンブルクでは公共交通機関は無料です。世界初の公共交通機関の料金が無料の国で、大きく2つ、交通渋滞の緩和と環境対策を目的とした国策のようです。とはいえ通勤ラッシュになると渋滞ができていますね。こんな感じ。無料でも全然綺麗で快適です。無料の席と有料の席があるので乗るときは気をつけてくださいね。また中心地行きますって同じこと言ってるんで早く行ってください。それではレッツゴー。到着。ちょっと早歩きで。都会の人はやっぱり歩くのが早い。さあルクセンブルク駅です。教会みたいな駅ですね。ちなみに1859年に最初の木造駅舎が開業し、1913年に現在の荘厳なバロックリバイバル様式の建物へと建て替えられました。気を取り直してアクセサリーショップを通ったらピアスの穴を開けられるということなので、早速本日一つ目の目標達成。バリ嬉しい。前回開けてたところを開けてくれって言ったんですけど、位置が下すぎるというところで店員さんにお任せ。痛い素振りを見せたくなかったんでギュッて手を握って全然痛くないですみたいな顔していました。ということでピアス完了。さあやっと街を探索しましょう。ルクセンブルクの道は比較的どこも坂があるので長時間歩くと本当に疲れます。なので特に女子街探索するときは絶対スニーカーやで。さあ見えてまいりました、ラパストレル橋。この橋実は1859年に駅と一緒に作られたんです。当時は要塞都市だったルクセンブルクで駅と街をつなぐために建設されました。今でも現役で使われている歴史ある橋となっています。歴史を感じながらちゃんと歩こうと思います。本当に圧巻の一言です。ところでルクセンブルクどんな車が多いかというと、こうやってざっと見るだけでもいろんな車があります。フランス、ドイツ、ベルギーに近いこともあってドイツ車やフランス車が多いです。車が欲しくなる。車を買うならクラウドローンです。クラウドローン。さあここはどこでしょう。最高裁判所です。19世紀に国の成立とともに整備された司法の中枢です。現在も民事刑事の最終判断を担う重要な機関となっています。外見だけじゃ最高裁だなんて分かりませんよね。最初本当に博物館かと思いましたからね。この壺、外観がおしゃれなのでここは写真スポットで有名です。またこれは絶景。ルクセンブルクは高台に行くと街を見下ろせる景色がいろんなところに広がっています。何度見ても飽きない、それがルクセンブルク。そもそもなんでルクセンブルクという名前なんですかね。10世紀頃にこの地に築かれた小さな鳥でルキリンブルクに由来し、ゲルマン語系で小さな城を意味する言葉で、後に現在の名称へ変化したとのことです。およ、ここから金融の地区は見えますね。実はルクセンブルク、ヨーロッパ有数の金融センターなんです。世界中の銀行や投資ファンドが集まっています。昔は多くの土地が農地だったんですって。めっちゃ発展しちょる。
この鳩の噴水は町の景観として作られたモニュメント。鳩は平和の象徴で、ルクセンブルクの穏やかな雰囲気を表しているような。うっすいません、気づかず通り過ぎちゃいました。写真をどうぞ。こちらソリダリテ・ルクセンブルク国立記念碑。第二次世界大戦中のルクセンブルクの抵抗と市民同士の連帯を記念して建てられたようです。戦争の記憶を今に伝える象徴的な場所となっています。さあ、ルクセンブルク編ノートルダム大聖堂。17世紀にイエズス会の教会として建てられ、現在はルクセンブルクを代表する大聖堂となっています。内部には国の守護聖人とされる慰めの聖母が祀られています。ちなみにノートルダムは聖母マリアを意味しているので、同じ名前の教会が各地にあるんですよ。その中でもフランスのノートルダムはかなり歴史のある大聖堂となっています。残念ながら今日は閉まっており、中に入れませんでした。バリ悲しい。ちょっと歩き疲れたのでカフェで一息。意外と可愛いカフェがたくさんありました。暑いのにラテアートが欲しくてホットドリンクを注文してしまい後悔。アイスにすればよかった。あっちー。ヨーロッパで街を歩くとき、結構な頻度でウォーターサーバーが設置しております。なので女子タンブラーとかペットボトルとか持ち歩くのがおすすめやで。円安なので1ユーロでも節約していきたいっていうところが正直な気持ち。一応飲める水ではありますが、気になる人とかは毎回買うことになりそう。そしてですね、この広場周辺はですね、いろんな店が立ち並ぶ地区となっております。ここはもう本当にいろんな人がいて、観光客もそうですし、なんせルクセンブルク小さいんでね、ルクセンブルク住んでいる人もここになぜか集まっています。東京でいうと渋谷、宮崎でいうとイオンの野外バージョンみたいな。さっきも言ったようにいろんな人がいる分、お金ちょうだいっていう人もたくさんいます。たまに危ない人も本当にいるんで、かわいそうでも現地の人のようにガン無視できる勇気があるといいですね。さあ次がギヨーム広場、通称クネドラと呼ぶようで市民の憩いの場です。ここではよくイベントとか催し物をいつもしてます。どんどん行きましょう。大公妃シャルロットの像。おっと失礼、また通り過ぎてました。ごめん遊ばせ。こちらのシャルロット像は第二次世界大戦中に亡命しながらも国民を励まし続けた彼女を記念して建てられたものです。今では自由と団結の象徴として親しまれています。さあやってまいりました。モニュメント・オブ・リメンブラス。ここは第一次世界大戦でフランス軍に志願して犠牲となった約3000人のルクセンブルク兵を追悼するため1923年に建立されました。ここは何て言ってもルクセンブルクの絶景を見下ろせる場所なので、いつでもにぎわっていますね。現在ではこのペトリウス渓谷というところを一望できる観光名所としても知られています。こちらがゲレフラ黄金の女性。こちらは憲法広場。さあルクセンブルク醍醐味アドルフ橋。1903年完成の石造アーチ橋でアドルフ港にちなんで命名されました。当時世界最大級のアーチ約85メートルを誇ったようです。ペトリュフ渓谷にかかる全長153メートルのルクセンブルクの象徴的なラウンドマークとなっています。こんな絶景を見ながら通勤通学するなんて羨ましいなとは思うんですが、住めば慣れてしまうんですかね。さあアドルフ橋を渡ると出てくるこの建物、さあ何でしょう。なんと銀行です。ルクセンブルクの銀行はほとんどの銀行がこういった歴史的な建物の中に入っております。本当に綺麗なんですけど、もう見てるだけで目の前でもじもじしてしまいそう。さあ最後の場所、フォートトゥンゲン。1732、3年に要塞都市ルクセンブルクの防護強化のために建設され、アダム・フォン・トゥンゲン男爵にちなんで名付けられました。
19世紀にかけて増築強化され、頂上部の通称3つのどんぐりは今も残る象徴的な装飾です。また手前にあるフォート・オーバー・グリューネ・ワルドは18世紀に建てられたルクセンブルク要塞の一部で西側防衛を担っていたようです。1867年の要塞解体後は撤去され、現在は遺構として一部のみが残っているようです。歴史ある街並みの中に普通の日常が溶け込むルクセンブルク。ワーホリだからこそ出会えるこの国の空気感に出会いました。それではまた次の動画でお会いしましょう。銀行ローンをまとめて比較。絶対損したくない人はせーの。クラウドローン